スト企画 YouTube チャンネル登録者数1万人ありがとうございます。おめでとうございます。阿部ちゃんです。ティークです。そして花です。本当にですね YouTube のチャンネルいつも見ていただいている皆さんありがとうございます。皆さんのおかげでなんとチャンネル登録者数1万人超えることができました。本当にありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。でですね、これからも皆さんが楽しめるような動画をね、花ちゃんと僕と今度は T 君も一緒に作っていこうと思ってまして、よろしくお願いします。これから引き続きご視聴の方よろしくお願いします。お願いします。自粛がね解けたらもうみんなで遊びに行きましょう。車を使ってね。はい。で本日はですね、皆さんにお伝えしたいことがありまして、実はですね、なんと私T 君と共同でですね YouTube のチャンネル登録者数1万人を記念して車買いましたー。イエーイ買った車が何かというとですねこちらです。 R34GTR です。 R34GTR 嘘です回って見ていただければ分かるんですけど、軽く、はい、こちらはですね ER34 でございます。4ドアですね。4ドアの ER34 です。これ2人で買ったってことですか？そうです。おお、共同購入です。共同購入です。ちょうどね、会社の方で買っていただいてた車なんですけど、ちょうど入ってきた時にちょっと一目惚れしまして。2人があ、そうですそうですあ、もうこれはいいなと。でちょっと乗ったらすっごい良かったんですよ。もう試乗もしたってことですね。そうなんですよ。はい。で結構 ER34 ってなんて言うんだろう、言い方悪いですけど結構雑な使われ方してる車多いですよね。例えばドリフトでもなんだろう、それこそこの間の北朝鮮号じゃないですけどミサイルみたいな車にされちゃってたりとか、あとはなんかこうなんだろう、ちゃんと整備されてなかったりとか、結構そういう車多いですよね、トラスト規格に入ってくるやつって。でもこの車は、外装とか内装はボロいんですけど、乗った感じはねすごくまともでしたよね。はい。ボディはしっかりしてた、おそらく。で下回りも見たんですけど、他の買っちゃダメシリーズみたいにボロッボロで穴が開いてるってわけでもなかったですし、でやっぱりねこう我々一応ね GTR 持ってるんですよ。僕は32でこちらが33持ってるんですけど、どうしても GTR で遊ぶってなると結構難しいじゃないですか。ビビっちゃうんですよね。はい。でもなんかGTR でドリフトしてみたとか、なかなかできないんですよね。第一に過ぎちゃうというか。そうそうそう、もう結構価値のある車になっちゃった感じがあるので、そうですね。下手にねいじっちゃったり DIY 自分らで、例えばねなんか壊れそうなことやっちゃうと大変じゃないですか。走りもで結構見てる皆さんも GTR 好きな人多いから、なんかね大丈夫なのみたいな心配の声がかなりいただけると思うんで、そういうのをなんだろう、こう自分らで、この車だったら DIY でやっていくこともおそらくできると思いますし、やっぱね GTR って4駆なんですね。4駆だとドリフトができないんですよ。やっぱ肉の方が、そうやっぱ FR の方が車で遊ぶっていう意味ではすごくいいかなって思ったのと、ちょうどYouTube も1万人登録していただいたっていう記念で、ちょっとね今回買ってみました。じゃあこれからこの車両はたくさん YouTube に出てくるっていうそうですね。ことですね。今まで通りみーくんと裏事情シリーズとか、あと花ちゃんと一緒に車紹介したりとか、ああいうのももちろん今まで通りやっていくんですけど、その動画のなんだろうシリーズの中にこう僕と T 君でこれをいじってみたみたいな、きっとね皆さんも共感していただける部分が多いと思うし、 ER34 乗ってる方も多いと思うんで、ちょっとねそういうところも一緒にやれたらなと思って、今回紹介させていただきます。さっきいじりも運転も初心者みたいな。
ぜひ皆さんと一緒に学んでいけたらなと思います。はい。お、じゃあ新しいシリーズってことですね。で一緒にね車のこう出来上がる様とか、まあ、整備とか見ていただいて、まあ、最終的にはねこれで例えば34祭りに行ったりとか、筑波サーキットのジムカーナコースでドリフトしてみたりとかね、ああいう動画も撮れればいいなと思ってるんで、どうぞこうご期待ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、楽しみです。早速、はい。ちょっと細かくね見ていきたいと思います。はい。まあ言うても普段ね車両紹介で花ちゃんとやってる車みたいにすごい綺麗な車じゃないんですよ。まあそれなりのねお値段で買ってますので、はい。いやいや、皆さんユーザー目線でねやってますので、でまあちょっと軽く見ていくんですけど、はい、これは ER34、はい、4ドアのターボです。マニュアルですね。で色はジェットシルバーかな。これなんていうんですかね。なんだろうね。まあシルバーなんですけど、まあ34の持病ですね。このヘッドライトこうなっちゃうのは。でもこれはねヘッドライト磨いてみた動画出しますので。早速ネタ一つ。簡単に。そうですね。これからどういう風にしていきたいのかもついでに。であとこのバンパーはもうこんなです。でもね別にかっこ悪くないよねこれね。まあこれは交換前提かな。こんな感じです。こんな感じ。ちょっとマウントも怪しいですねこれね。ヘッドライトも動いちゃってるし。はい。オーナーだからできることですね今の。あと横回りは、まあ、適度に加工が落ちてて、ホイールがワークの CR かな、ですね。で横浜のアドバンのネオバも入ってます。タイヤね。ブレーキ関係はノーマルですね。この結構ね横つらいい感じです。リアタイヤは結構つらい感じ。フロントはちょっと突っ込んでる。まあいい感じです。割とねこういう車って前後違うホイールついてたりするんですけど、ちゃんと前後同じホイールだし、あとは車外の不明のサイドステップですよね。あとこっちも CR、ワークの CR ですね。でリア周りはまた謎のバンパー。謎のバンパーもこんなまあおそらく探偵的な感じの。そうですね。ちょっとお安めなバンパー。であとトランクはですね、なんか多分ウィングかなんかついてたんじゃないかなっていう感じの穴があるんですけど、これね特筆するのか鍵穴ないんですよ。ね。であと34ってここにハイマウントストップランプってあるはずなんですけど、これはないんですよね。これ何のトランクですかね。わかんないね。鏡なのかな。いや、もう穴もそうです。ドリルで穴開けて切ったって感じですね。これはね。ああ、これ埋めてありますね。埋めてあります。はい。埋めてあります。いいじゃないですか。34ってね、この何分とか錆びるんですよ。もともとこれ埋めてあるんだったらこれラッキーですね。でもマフラー極太ですけど、これ割とね音静かです。見た目よりね、見た目より静かですね。はい。そんな乗ってて苦になるような音量じゃないです。これ実はね車検もあるんですよまだ。外装はこんな感じですわ。はい。ほら。もういいシナリオしてます。ほら。ほら。じゃあ踊ってるね。これねすごいですよ。これだってここにもモモって書いてあるし、ホームボタンもモモって書いてあるのに、ほらこんなペロンペロンですよ。やることできました。こうハンドルは変えないといけないです。あとこの辺の色は塗り直したいかなって思いますね。あとこういうコンソールのパネルとかがないので、ちょっとトラスト企画さんで調達してちょっと変えていこうかなと思ってます。シャワリで、ちょっとエンジン見ますか。エンジンはねこんな感じです。RB25 TET ターボですね。で、
で33とか34ね、よく紹介するときに絶対お伝えしてるんですけど、錆びるとこあるじゃないですか。ストラップ。そう、この車はねまだ軽傷なんですね。ちょっと膨らんでるけど、ちょっとだけですね。全然ね許容範囲だと思いますよ。こっちもそんなに膨らめなくて、まだ手に負える範囲ですね。エンジン自体はすごくいいです。おお。音もちょっと聞こえないから聞いてみますか。お願いします。なかなかいいよ。聞きました。言ってました。四国ここって。あれがいいんですよ。あれがいいんです。ですごい吹き上がりも順調っていうかね、多分ねコンピューターとかはノーマルなんですけど、あんまりこうなんだろう、最初からすごくチューニングされてたら面白くないじゃないですか。これからってことですね。そう、これからやるのにまあちょうどいいかなっていう感じですよね。はい。まあいいですね。この車の最大の魅力ポイント、買いなポイント。ハイポイントですね。一番ですね。もうこれ見た瞬間に購入を決定しました。おお、見たい。ね。それはですね、こちらどこですか。サンルーフです。これこれこれ。動くんですか。これがねいいんですよ。ちょっと見てください。今動かしますから。はい。外から見た方がいい。そうですね。やば。ああ、やばいですこねれ。だけでも気持ちいいです。はい。そろそろチルトもやってください。かっこいい。かっこいい。これね、こうちょっとこうチルトしてる姿がめちゃくちゃかっこいいんですよ。この。うん。おお。飲み仲間の某ドリフト専門誌の編集長の受け売りですけど、これはねエアロパーツなんです。サンルーフはエアロパーツです。エアロパーツ。エアロパーツ。大事なおしゃれポイントですか。そうです。これね後からつけようってなると大変なんですよ。うん。ね。しかもちゃんと動く。そうそうそう。結構壊れたりしますよね。これね。あと雨漏りとかね。あれですね。雨漏りするかもしれないですね。その時まあはその時は直せばいいもうか室内にいても今日は雨だなって分かる。なるほど。なるほどね。そういう室内でも使い方。雨が降るみたいな。あ、今日は雨なんだなみたいな。まあこんな感じでこう2人でねいじくっていくにはちょうど良さそうなうん。ベース車両がね、幸いにも会社の協力をいただいて購入できましたので、これからちょっと皆さんにね楽しんでいただける動画をはい。作っていこうと思ってますので、はいぜひご期待ください。よろしくお願いします。であとねこれ見てるお客様も視聴者の皆さんもなんかどういう風にカスタムしてほしいとかうん。何してほしいみたいな、提案。はい、なんかちょっとバカっぽいことでも多分この車しかできるんでね、RV によく積んでくださいとかね、なんですかね。まあ可能な限り頑張りたいと思いますけどね。なんだろう、スペーサー80個ぐらいつけてください。面白そうですよ。逆に。なんか自分の車ではできないけどやってほしいとか、そう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 、そういうことがあれば。そうですね。まあ、僕らだったらできることとかも多分できるとあると思うんで、はい。その辺もコメントいただけたらお嬉しいと思います。はい。まあ本当にね重ね重ね登録者1万人の方いる本当にありがとうございます。これからはもう2万、お。 5万、10万ね目指してやっていきますので、はい。これからもよろしくお願いします。お願いします。では続編もご期待ください。はい本日の動画は以上になります。ありがとうございます。